どうも、ケイスケです。今日はこのカメラの話、ニコンから新しく発表されましたニコン ZR、 僕もね実はもう予約してあるんですけども、先行でちょっとニコンさんからお貸していただきました。今ね、気になる部分がめちゃくちゃあったんですよ。短い期間ではあるんですけども、使わせていただいて、自分の気になる部分ここはもう確認しておきたいなっていう部分はもう全部確認してきました。ということで今回はニコンこの ZR の実際に使ってみてやっと分かるいいところと悪いところ、しっかりご紹介していきたいと思いますので、今買うか検討してるんだよねっていう人とか、あとはもう買ったよと、予約したよっていう人も、この点気をつければいいんじゃという形で一つの参考に見ていただければと思います。早速いってみましょう。はい、ということで今回はこちらニコン ZR の話ですね。このニコン ZR、 僕さっき予約したって話したんですけども、なぜ予約したかのところですよね。こちらニコンの ZR どういうカメラかっていうと、ニコンの初めてのシネマカメラです。シネマカメラでいうと、ソニーの FX3 とか FX6 とかね、そういうイメージ結構強かったと思うんですけども、ニコンからは初めてのシネマカメラということで、ニコンがね前にレッドっていう会社を買収したんですよ。でこのレッドって会社がすごくて、シネマの業界、映画の業界って一番すごいクオリティだって言われるのがアリっていうカメラで、その次にレッドがね結構名前上がりやすいです。割とこってりした色味なんですけども、本当に映画っぽい色で撮影ができるということで、僕もレッドめちゃくちゃ欲しかったんですよ。レッドコモドっていうカメラとか、レッドの V ラプターっていうカメラとか、その辺のカメラ結構欲しかったんですけど、値段が高くてなんですけど、そのレッドの色味っていうのがこちらに入ってニコンの操作感で使える。でこれね、このサイズ感、このコンパクトなサイズ感なんですけども、動画でロー撮影ができるというものになっています。でやっぱ僕は普段からコンパクトなカメラが大好きなんですよ。やっぱ旅行に持っていきたいから、カメラはコンパクトであればあるほどいいと思っていて、でそれでなおかつ映像のクオリティが上げれればいい。じゃあこれじゃんということで今回予約させていただきました。ちょっと軽く外観も見ていきましょう。はい、ということでこちらがニコンの ZR というカメラになります。こうファインダーがついてないタイプのカメラになりますね。なんとなくやっぱソニーの中で言うと FX3 とかそういう感じのサイズ感が近いかなという感じです。はい、で軽くスペックもご紹介しておきます。こちらカメラとしてはミラーレスカメラっていうジャンルなんですかね。で画素数は有効画素数2450万画素、フルサイズの Z マウントがね、搭載されています。でシネマ機ではあるんですけども、写真ももちろん撮影ができて、連写性能でいうと秒間20コマいけます。シャッタースピードに関しても16000分の1から30秒まで開けることができますと。で本体自体に手ブレ補正も入っていて、一応電子手ブレ補正、動画の撮影時の、もう一個強い手ブレ補正っていうのもつけることができます。動画撮影としてはマックス、ロー動画、色編集の自由度が高い動画で、6K の 60p で 4K の 120p も撮れます。4K の 120p に関しては、フルサイズのセンサーの範囲ではなくて 1.5 倍クロップされた範囲で撮影となります。そして重さがメモリーカードとバッテリー含めて 630g という形ですね。外観として大きく特徴的なのはこのね画面ですね。はい、ここ実はこの画面がかなり大きいです。普通のカメラの画面っていうのはだいたいちょっと FX3 持ってくるか。で比較の対象として FX3 を持ってきました。画面で見てみると分かるんですけども、全然違くない？ほらこの画面のサイズ感の差、これ全然違いますよね。倍ぐらいはない？倍はないか。でも 1.5 倍ぐらいあるっすよね。約倍あるんじゃない？くらいのサイズ感です。画面がねめちゃくちゃ大きいのはすごく良くて、やっぱり本来こういうシネマカメラって外部のモニターつなぐんですよね。外部のモニターをつないで、そこででっかい画面で見ることによってどこにピントが合ってるかっていうのを確認する。もちろんねこのカメラオートフォーカスも効くんですけども、マニュアルフォーカスを使った時にやっぱちっちゃいカメラだと視認できないんですよ。なんですがこのニコン ZR であれば、この大きな画面でちゃんとマニュアルフォーカスでピントを合わせながら撮影もできるぞというのが僕の中ではかなり熱いポイントとなっています。で外観ですね、もう少し詳しく見ていくと、上の部分ですね。この上の部分に関してはここに電源ボタンがあって、ビデオとフォト、写真と動画を切り替えるスイッチとカスタムボタン123がありますね。カスタムボタン1にはデフォルトでは露出、2にはモード、3にはディスプレイの表示設定があります。でダイヤルに関してはこの前の部分、ここと
親指の部分2箇所ありますね。シャッターボタンのところには一応ズームのレバーがあって、これもねカスタムで入れることができます。例えばピント部分を拡大したりとか、あとは普通にデジタルズームをここで入れたりってこともできますね。はい、でこちらの操作面です。こっちの方はすごくシンプルで、ここにジョイスティックっていうのがあります。これでオートフォーカスのポインターとか移動させたりできるのは結構便利。割とねこういうなんか UI が削られたというか、ダイヤルが少ないモデルにはねこのジョイスティック入ってないことが多いんですけども、操作性加味してこのねジョイスティックが置かれてるのは僕は結構嬉しいです。で、こちらがメニューボタンと、あとは再生ボタンですね。で一応ボタンもう1個で言うと、ここにねレックのボタンがあります。ここもねカスタムでいろんなね設定を入れることができますと。で端子とかも見ていくと、こっちの横にはマイク端子とヘッドホン端子があって、この下のところですねには、はい、こちらにマイクロ HDMI、要は映像出力の端子と USB-C の端子があります。で逆側こっち側にはもう何もないですね。でそこの部分パッと開くと、ここに2個スロットがデュアルスロットがあって、片方が CF エクスプレスタイプ B ですね。はい、このメモリーカードが入る形と、あとすごくちっちゃいんですけども、ここにマイクロ SD のスロットがあります。ただねこれバッテリーを取らないとこのマイクロ SD にアクセスできないです。こっちを取ってこうすればいける？一応いけるか。取りづらいね。マイクロ SD に関しては入れづらいし取りづらいって感じ。しかもこれちょっと1個も不満ポイントなんですけど、マイクロ SD の端子の下に微妙に隙間空いてるじゃないですか。ここにねマイクロ SD はまっちゃうんですよ。なのでやっぱりマイクロ SD をつけるときにはこうやってバッテリーを外して入れなきゃいけないというのはちょっと面倒ですね。一般的に今ね発売されているカメラは結構 SD カード、こういうタイプのねものを使うことが多いんですけども、これが入らないというので、このカメラを買ったと同時に新しくメモリーカードを調達しないといけないっていうのはちょっと面倒な部分もありますよね。で一応画面表示ですね。はい、こちらこんな形になります。で画面表示に関しては結構シンプルで、この辺がね全部タッチ操作できるようになってるんですよ。でなおかつこの右下のボタンがあって、ここを押すとここから映像の表示っていうのがいろいろ選べます。例えば水準器とか、グリッドとかもねここでオンオフできたりして、このメニュー結構便利ですね。このモニターの硬さとかもここで調整することができます。これ便利。ということで外観はこんな感じでしょうか。ケイスケの動画ほいってな感じで外観サクッと紹介させていただきましたところで、こちらのニコン ZR 実際に使ってみていいところ悪いところ語っていきたいと思います。でまずはいいところですね。実際使ってこれええやんと思ったところで言うと、1個は画面のやっぱ大きさです。これねもう当たり前じゃんとさっきも紹介したやろと思うんですけども、予想より全然良いです。でこれなぜかの話をするんですけども、やっぱさっきも言った通り画面が大きいとどこにピントが合ってるかっていうのが見やすくなります。僕ね本当に普段から思ってるんですけど、オートフォーカスってすごい技術だと思うんですよ。カメラが自動でピントを合わせてくれるってめちゃくちゃ素晴らしい技術ではあるし、使うシーンも多いんですけども、いざ作品を撮影したいってなった時に1個表現の手法が減ってるんですよ。要は本来はピント、どこにピントを合わせるかっていうのも映像表現の一つのはずなんですよね。なんですけども、それがオートフォーカスによって絶対にピントが合ってしまう、要はズレがないっていうのはその表現の余白を狭めてる原因にもなってるはずなんですよね。これちょっとね難しい話かもしれないんですけども、要はその映像の余白っていうのを取り入れながら他の外部モニターとかを使わなくてもここでねマニュアルフォーカスを完結ができるっていうのは、僕にとってはめちゃくちゃ便利だなと思いました。オールドレンズを使う時とかね、やっぱりマニュアルフォーカスに絶対なっちゃうじゃないですか。そういう時にもどこにピントが合ってるか確認ができるっていうのは素晴らしいですよね。で加えてこのねレバーですね、レバーでピント拡大ができるんですよ。でこれめちゃくちゃ便利で、すぐにピント拡大にアクセスができるんで、これもこのピントがどこに合ってるかっていうのをちゃんと確認するのに役立ちます。あとね外観デザインの部分で言うと、やっぱこの薄さですね。薄くて小さい、このサイズ感で言うとさ FX からしても結構薄いんですよ。ほらこんな感じで薄型になっていて、大きさ高さもちょっと ZR の方が高いけど許容範囲でしょという感じで、このやっぱ薄さっていうのはめちゃくちゃ嬉しくて、カバンにすごくすっぽり入りやすいんですよ。カバンに入りやすいとやっぱいろんなシーンで持っていきやすくて、パッとこう取り出して撮影するってことが簡単になるので、やっぱその部分めちゃくちゃ嬉しいです。例えばカバンってさ、僕のカバンの場合横からアクセスができるようになってるんですよね。で横からアクセスしてカメラを取り出すっていう時に、大きいカメラだとここに引っかかって取り出しづらいみたいなのがあったりするんですけども、こういう ZR であればポンと取り出して撮影ができるのも便利だなと思いました。でそういう小ささっていうのはあるんですけども、グリップ感は結構良くて、割とこういうね弁当箱型
箱型のカメラってグリップ感が弱かったりするんですけども、 ZR の場合は結構ね、ここになんか切り込み、指の切り欠きが入っていて、かなりグリップ感はいい感じだと思います。グリップ感の弱いカメラとかだと、ここにリグっていうのをつけてグリップ感足すみたいなことをしないとちょっと怖いなと、撮影しづらいなって思うシーンもあったりするんですけども、これはそれが必要なさそうです、僕はね。で、操作感に関してなんですけども、慣れればそんなに難しくないです。難しくないっていうか、ダイヤルが少ないっていうのが僕は結構ネックかなと思っていたんですけども、意外にいけます。っていうのも、人差し指にダイヤルがあって、親指にダイヤルがあって、で ISO はどっから変更するのと、要はここが F 値でこっちがシャッタースピードであれば ISO はどっから変更するのっていうと、この辺のボタンに ISO をカスタムで置いたりとか、僕はこの1番っていう部分にカスタムのボタンね、 ISO っていうのを置いて変更してるんですけども、そういうのでもできるし、あとは普通にこうタッチで操作もできるんで、意外とその辺の操作感も手間取らないなっていう感じでした。なので操作に関してはもちろんボタンが少ないんで、もともとニコンの他のカメラを使った人からするとちょっとね戸惑うかもしれないんですけども、逆に他のカメラを使った人からするとそんなに手こずるポイントでもないのかなという感じです。で、そうだ、今回購入した理由でさっきねご紹介してなかったんですけども、大きな部分が1個ありまして、これの存在ですね。はい、こちらメガダップっていうメーカーのマウントアダプターなんですけども、こいつをつけるとソニーのレンズが使えるんですよ。僕やっぱソニーのカメラをね今までメインで使っていたので、このソニーのレンズがたくさんあるんですよね。しかもソニーのレンズって種類も多いし、コンパクトなものが多いし、なおかつ便利なものが多いんですよ。ニコンのレンズってクオリティの高いものは多いんですけども、やや足んない部分もあると思っていて、今撮影に使っている 24mmF1.4 とか、なんか僕にとってこう Vlog するときにこれちょうどいいんだよなっていうレンズがソニーにはあるけどニコンにはないみたいなシーンが多いんですが、そのソニーのレンズをそのままニコンで使うことができるぞというマウントアダプターがこちらになります。で、これを使ってニコン ZR にもつけて使ってるんですけども、これがめちゃくちゃ便利なんですよ、本当に。で、例えばね、この紙レンズだと思ってるんですけども、はい、こちら、ソニーの 24-50mmF2.8 とかですね、これもレビューしなきゃいけないなと思ってるんですが、これをマウントアダプターにつけて、ここにほら装着することができると。はい、これ良くないね、これで撮影ができます。しかも操作感としては本当にソニーと一緒ぐらいの操作感で、ここのねレンズ側のオートフォーカス、マニュアルフォーカスのスイッチもあったり使えたりとか、ここのレンズカスタムボタンももちろん後でカスタムで設定ができます。もちろんレンズ側のここのね絞りリングっていうのも操作ができますという感じで、オートフォーカスも普通に速いし、動画の時のオートフォーカスもちゃんと合ってくれるんで、もうすごいんですよ普通にソニー機やんみたいな感じで使えます。ただ1個だけ難点を言うと、歪みの補正っていうのは多分ね完璧には効いてないです。やっぱニコンのカメラにソニーのレンズをくっつけてるんで、こうやってねちょっと比較してみると分かるんですけども、歪み補正をオンオフしても若干変わってるぐらいで、おそらく本家のレンズほど歪み補正は効いてないんじゃないかなと思っています。で、この辺に関しては写真のローで撮る分には後でライトルームで補正ができるんで全然大丈夫なんですけども、動画撮影をする時にどうしても歪みの気になるレンズを使っちゃうと、若干気になる時もあるかなという感じ。僕はね正直 Vlog で使うんでそんなにそこまで気にしないんですよ。だからあんまり気にせずね使っちゃってはいるんですけども、気になる人もいると思うんで、どのレンズがちょっと歪むかっていうのもちゃんとね比較したいなとは思ってますね。で、ちょっと映像のクオリティの話もしたいんですけども、映像のクオリティはねめちゃくちゃいいです。で、このねニコンの ZR っていうのはロー形式で撮れる、ローの動画が撮れるって話をさっきしたと思うんですけども、要はロー動画っていうのは容量はめちゃくちゃ大きくなっちゃうんだけど、生データの動画、色編集とかがめちゃくちゃしやすいというものになっています。なんですが、僕今までのニコン Z8 とか Z9 に入っていた N ローっていうのがあったんですけども、あれはあんまり得意じゃないんですよ。で、なんでかっていうと、ちょっとね N ローとかはスチルっぽさが残る感じ、ちょっとなんかね写真が動画で動いてるみたいな感じになるんですよ。そういう表現が好きな人もいると思うんですけども、僕はやっぱこうシネマな感じ、なんかちゃんと動画としてなんかうわ映画みたいっていうような色が好きなんですよね。で、今回の ZR に関してはそのレッド監修の R3D っていうねローのフォーマットが入っていて、これがもう本当にクオリティ高いんですよ。N ローのなんか写真臭さっていうのをうまく消してくれて、僕はこのレッドの色味大好きなんですよね。で、僕はね前から動画でローを使うのはあんまり好きじゃないんですよ。動画ロー反対派なんですけど、どっちかというと、なぜかという
いうと容量がめちゃくちゃでかくなってしまうからだし、あとは色編集もそこまでローまでいらんやろと思ってる派なので、そんなにロー賛成派ではないんですけども、ただやっぱレッドの色味ってなると話は別で、レッドとかアリとかそういう要はちゃんとシネマの色味を取り入れられますっていうのはものすごいアドバンテージだと思うんで、ここに関してはかなり惹かれてます。とはいえずっとローの動画を使っていると本当に容量がなくなってしまうんで、その代わりに H.265 っていうちょっと圧縮されたフォーマット、普通のね動画として再生できるフォーマットで、撮影することもできます。でその場合もニコンは容量がでかくなりがちって聞いたんですけども、意外にそんなでかくはなってないです。ソニーと比較しても自撮りで別に撮影する分にはそんなに大きな差はなかったんで、場面によって使い分けてあげて、映像のクオリティを出したい時にはこのレッドの色味、そうじゃない時には H.265 っていう風に分けてあげてもいいのかなと思いました。あとは音声の面ですね。音声の面もシンプルにこれもスペック上強いところなんですけども、こういうマイクも今回新しく発売されて、外部マイクね、この上につけるだけでケーブルいらずで撮影ができるんですけども、このマイクつけた時だけじゃなくて、このカメラだけのマイクを使っている時にも32ビットフロートっていう撮影ができるんですよ。でこの32ビットフロートっていうのは要は音声のローみたいなもので、音割れ絶対しないよっていうフォーマットなんですよね。音編集の幅の自由度がめちゃくちゃ高いっていう話なんで、この音質に関してもニコンがかなり上がってきたなっていうのはすごく嬉しいポイントです。ただその32ビットフロートっていうのにした瞬間に音声の編集っていうのは絶対入れなきゃいけなくなっちゃうので、めんどくさくはなるんですよ。なんですけど、そういう人にはオフにねできる機能もあるので、基本的にがっつり編集したいよって人はその32ビットフロートっていうので撮って、いやいやもうラフに撮りたいんです、ラフにねもうそのまま公開したいんですっていう人は32ビットフロートっていうのをオフにして撮影ができるっていうのもいいなと思いました。ケイスケの動画、はい、ここまでは結構ポジティブなポイント語ってきました。ここからちょっと僕が気になったポイントを実際に使ってみて、これどうなんだろうって思ったポイントを、つまずいたなって思ったポイントをご紹介していくと、まずはですね、スペックで分かるところで言うと、ちょっと 4K の 120p、4K のスローモーションっていうのが、クロップされてしまう、1.5 倍クロップされちゃうっていうのは1個ね、デメリットっていうか、僕が理解してなかっただけなんですけども、ちょっと残念だなっていう感じ。割とね、僕は旅行先で 4K のスローモーション撮りたいシーンっていうのもあって、この 4K120p っていうのがしかも広角で撮れるとめちゃくちゃいい映像が撮れるんですよ。なので結構それが好きだったりするんですが、そこは撮れないって感じですね。1.5 倍クロップされちゃう。で実際にねこう触ってて気になるポイントで言うと、このね親指の範囲っていうのがちょっと狭いんですよね。でそうするとめちゃくちゃこの画面の右端触っちゃいます。これ結構めんどくさいポイントで、僕の場合普段からこのタッチでフォーカスのポイントっていうのを変えてるんですよね。なので基本的にはこの中央にねフォーカスポイントを持ってきておいて、撮りたいところをピントを合わせたいところにピュッと押してピントを合わせるってことをやってるんですけども、電源立ち上げる時とかこうやって握り込む時にだいたいこのね右上触れちゃうんですよ。本当にここに。でじゃあいざ撮影しようってなったら、あれフォーカスポイント右上になっとるみたいなことがすごく多いですやっぱねこの親指を置く部分っていうのがすごく狭いんで、どうしても触れちゃうんですよね。そこはねちょっとね気になりましたね。あとやっぱねメニューも結構癖があるんですよ。このね結構ソニーと大きく違うなって思ったポイントがあって、ソニーっていうのは会員メニュー開いてからこのシャッターを半押しするともうその状態が反映されるんですよ。なんですけども、ニコンの場合っていうのはちゃんと決定ボタンを押さないとメニューが反映されないんですよね。例えばモードを変更しようとした時にこのモードボタンを押してこうシャッター優先オンとかにするじゃないですか。でカーソル合わせてシャッターボタンを押しても変更されてないんですよ。変更するためにはちゃんと真ん中の決定ボタンを押すか、もしくはこのモードのボタンを再度押すと決定がされるという形になるんで、ちょっとそこが僕は慣れなかったです。なんか一回一回決定をちゃんと押さないといけないっていうのがすぐに撮影に移れないなっていう感じがしました。であとそのモードの話で言うと、静止画と動画の独立設定っていうのがおそらくねメニューにないんですよね。これはねアップデートで入ってほしいなってポイントなんですけども、要はどういうことかっていうと、僕の場合ね、例えば動画の時はマニュアル、動画の時はマニュアルで全部 ISO もシャッタースピードも F 値っていうのも自分で設定したい、そういうモードにするんですけども、写真の時はオートを使って A モードで撮影したい、要は絞り F 値だけ自分で変更して他はオートで撮影したいよって瞬間があるんですよ。なんですけどこのカメラの場合は上のねビデオフォトモード、これを切り替えるだけでビデオと写真のモードっていうのが変わるんですが、これを切り替えた時に要は設定が引き継がれちゃう。ちょっとねそれがね厄介なんですよね。なんでか分かんないけどこのね
オートフォーカスのエリアっていうのは引き継がれずに独立して設定ができるんだけど、モードが独立で設定できないと。ホワイトバランスとかも設定できるのにね、なんでなんだろう。これはちょっと独立設定できるようにしてほしいなと思いました。あとは撮影のクオリティに関してなんですけども、ローの撮影は素晴らしいです。ロー動画の撮影の色味っていうのは結構僕もねそんなに大量に作例を撮れてるわけじゃないんですけども、やっぱりこう色入りやすいなと思ったりはするんですが、逆にローじゃない時、要はさっき言った H.265 の撮影の時はちょっとやっぱ癖があって、こんな感じでねちょっと色編集してみたんですけども、ログの状態でももともと色味が違うっていうのは当たり前なんですが、色を入れてみてもやっぱね H.265 の方は色が入りづらかったり、ちょっと黄色に被ったりするんですよ。でこれのね色調整がめんどくさいです。本当にローだとかなり色がいじれるし、すっきりした色味になるのに、この H.265 の形式だと、結構色転びが激しいというような印象。例えばソニーのログ撮影っていうのが、10点満点中8点だとします。10ビットのログ撮影が8点で、10点中10点がニコンのローだとしよう。そしたらこのニコンの H.265 はおそらく5点ぐらいなんですよ。色編集のしやすさなので、僕の中ではロー撮影をしない時のクオリティっていうのはやっぱちょっとね差があるなという感じです。そもそもこのね ZR の H.265、さっきのロー形式じゃないタイプのファイルって、ちょっとね細かい話になるんですけども、10ビット420での撮影になるんですよ。でこっちのソニー機っていうのは10ビット422です。でこの部分って色情報の多さを表してたりするんで、色情報が多い分ソニーの方が編集がしやすいという形になったりします。割と編集してる身からすると、その10ビット422と10ビット420っていうのは結構違いがあるんですよね。だから正直外で撮影するっていう風になった時に、このカメラを使うんであればやっぱローで撮影したくなる。ちょっと H.265 じゃしんどいなと思っちゃいました。だからもうローにしろよって話なんだけど、そうすると容量が大きくなるからね、これまた迷いポイントだなっていうふうには思いました。であと同時にログ撮影をする時なんですけども、ログ撮影のプレビューが結構ダメです。もうこれに関してはアップデートしてほしいなっていうポイントなんですけども、ログ撮影の時ってこんな感じで薄く撮れてるんですよね。でこれを色編集してるんですけども、カメラ内でもプレビューっていうのができるんですよ。要は普通のログ撮影の色をカメラ内でプレビューで色をつけるってことはできるんですけども、そのプレビューの明るさが明らかにおかしくて、プレビューやってる状態でこれ適正な明るさだなと思って撮影するとめちゃくちゃ暗いんですよ。なのでこのプレビューをもう明らかに白飛びしてないってぐらい明るくして、やっと普通の露出になります。そうじゃないと結構ね暗所とかにはノイズが入っちゃうので、このねプレビューは正直当てにならないなっていう感じです。自分でラットとかを入れてインストールして、それをプレビューにするしかないかなと思っています。多分ねそれちょっとできるはずなんですけども、今回ちょっと設定する時間がなくて、またね購入したらそこら辺の設定もしたいと思います。不満点はそんな感じ。強いて言えばさっきの SD カードがちょっと入れづらいっていうポイントと、あとはこの CF エクスプレスタイプ B、 僕ねこれのリーダー持ってないんですよ。でリーダー持ってないからカメラとねパソコンを直接こうつないでデータを読み取りたいなと思ったんですけども、なんか専用のソフトウェアがいるらしくて、これキヤノンもニコンもそうなんですよ。なんですけどソニーとルミックスに関しては直接パソコンにつなげば、そのメモリーカードの中を覗くことができるんで、そっちの方が便利だと思うんですよね。なんかいちいちアプリケーションにつないで立ち上げないといけないっていうのは結構不便だと思うので、直接つなげるようにしてくれたら嬉しいなというふうに思いました。だからいつも僕ねこの CF エクスプレスのリーダー持ってないんですよ。今買えばいいんですけども、今持ってないんで、これをルミックスのカメラの中に入れて、でパソコンとつないでルミックスのカメラをメモリーカードリーダー代わりにしてるという変わった使い方をしてます。ケイスケの動画、ちょっとたくさん喋りすぎてしまいました。このニコンの ZR、ロマンはやっぱありますよね。このサイズ感、しかも値段的に言うと、30万いかないぐらい、ちょうどフリーランスからすると一発で落とせる金額というかね、青色申告で落とせますよみたいな金額で、それでいてさっきの言ったレッドの色味で撮影ができるっていうポイントはすごくいいと思うんですよね。ただ僕のスタイル、 Vlog の普段のスタイルで言うと、ちょっと運用としては容量がでかくなりすぎちゃうのがネックなポイントではやっぱあるね。でそこのところね結構どうするか今迷ってます。正直言うとソニーのカメラもずっと使ってきたんで、飽きてるっちゃ飽きてるんですよ。他のメーカーのカメラをもっと使いたいなと思ってるんですが、やっぱ Vlog 撮影するっていう風になった時にちょうどいいんですよね、ソニーのカメラってすごく。そこをやっぱ変えたくて、ちょっと不便でも自分の作風が変わってくれると結構いいなと思っていたり僕はするので、その辺を一個破ってくれるカメラとしてこの ZR 結構期待してますので、届いたらもっともっといろんな作品を撮影したいなと
思っております。もしね、気になるポイントとかあれば、ぜひね、コメント欄で書いてくれれば、発売当日受け取って、またね、レビューしたいと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしてくれると嬉しいなと思います。ということで、今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。